世界を渡り布教を続けた宣教師フランシスコ・ザビエル。だが戦国の日本で奇跡も情熱も通じない壁に出会う。帰ってくるのは静かな問い。教えは広まるのであろうか。納得するまで問い続ける国で彼は何を見たのか。特集です。戦国の日本に上陸した宣教師ザビエル氏。彼は何を見て何に驚き、そしてなぜ去ったのか。布教の舞台裏、その真相に迫ります。この番組は甲冑の雲海、メガネのバテネン、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。天文18年、1549年。世界は大航海時代。ヨーロッパ諸国は未知の海へ船を出し、富と新たな交易路を求めていました。さらにキリスト教を広めるという使命も掲げ、海を越えて進出していきます。価値観そのものが世界を渡りぶつかり合う時代でした。一方、日本は戦国の世。大名たちが争い、力がものを言う時代です。そこへ異国の神を携えた一人の男が現れます。その名はフランシスコ・ザビエル氏。彼はイエズス会創設メンバーの一人。学問も信念も行動力も備えたエリート宣教師でした。しかし彼はわずか2年で日本を去ります。あまりにも短い滞在。その理由をめぐり、こんな刺激的な噂がささやかれました。ザビエル氏は日本人に論破され逃げ帰ったのだと。まあ難しい話ようわからんが、日本のお坊さんに任されたって噂だよ。日本人に乾杯した宣教師。世界最強クラスの宣教師が日本で足止めを食らった。論破されたとはどういうことなのでしょうか。約2年間の布教活動で何が起きていたのでしょうか。外国から来たあの方はお坊さんたちと何度も問答を重ねていたそうです。教えが違えば物の見方も違うものなのでしょうか。16世紀ヨーロッパ。イエズス会は世界へと広がり、交易とともに信仰を伝えていました。その最前線に立つのがザビエル氏。布教とは理想だけではありません。綿密な戦略と知の勝負でもあったのです。ザビエル氏は名門パリ大学で最高峰の教育を受けた知のエリート。教皇公認の匿名宣教師でした。フランシスコはパリでもひときわ目立つ男でした。学問はできるし、議論でもめったに聞かない。同級生の中でも一目置かれる存在でした。その彼が日本で初めて越えられない壁にぶつかります。日本の人々は穏やかで礼儀正しい。ですが、曖昧な教えは決して受け入れてくれません。インドやマラッカで布教経験を積み、日本を訪れたザビエル氏。鹿児島や平戸、山口で布教を開始します。しかし、日本で試されたのは奇跡の力ではなく、教えが理にかなっているかどうかでした。彼を待っていたのは想像以上に理性的な国だったのです。立ちはだかるのは言葉の壁だけではありませんでした。宗教観の違い、そして日本人の鋭い問い。奇跡や情熱だけでは動かない理性。教えが筋道立っているかどうかが静かに見極められていたのです。
その体験は書簡にも残されています。ザビエル氏は日本人を礼儀正しくとても理知的だと記しています。なぜ彼はそう評価したのか。そこには布教初期に山口で行われた仏教僧との真剣な対話がありました。異なる宗教が真正面からぶつかる。彼らは一体どのような議論を繰り広げていたのでしょうか。当時の日本社会に深く根付いていたのは祖先への敬意。先祖供養は日常であり、家族の絆そのものでした。そこへ一度きりの生と最終的な裁きを説くキリスト教が入ってきます。人は一度の生を生き、死後に裁きを受ける。救いは信仰と洗礼による。それが当時のキリスト教の教えでした。その瞬間、避けられない問いが突きつけられます。私がお尋ねしたのは、キリスト教を知らずに亡くなった祖先はどうなるのかということです。では、キリスト教ではなかった父や母、私たちの先祖は救われないのでしょうか。仏を信じて生きてきた先祖は救われないのでしょうか。この問いは単なる教義の確認ではありません。家族をどう位置づけるのかという教えの根幹を問うものでした。ザビエル氏は書簡の中で、日本人を理性的で軽々しく改宗しないと記しています。それは信仰に無関心だったからではありません。簡単には割り切れない問いを真正面から考えていたからです。仏教は輪廻からの下脱や成仏を説きます。カトリックは死後の裁きと天国地獄を語ります。世界観の衝突。それはそのまま命の在り方をめぐる衝突でもありました。議論に勝者はいません。しかしこの問い、祖先はどうなるのか。それは日本社会にとって揺るがせない確信だったのです。討論に参加した僧侶にお話を伺いました。異国の神と私たちの仏の教え、救いの形も世界の見方も異なります。明確な決着は出ませんでしたが、断りを尽くして語り合えたこと自体に大きな意味がありました。この討論は勝ち負けを競う場ではありませんでした。問われていたのはどちらの奇跡が強いかではなく、どちらの世界観が成り立つのかという根本だったのです。ここでさらに大きな壁が立ちはだかります。それは言葉の壁です。ここにしかない軽やかな着心地。あなたにだけ合わせたあつらえの甲冑。確かな品質。時代を超えて選ばれる一両。甲冑の雲海。静かに際立つ本物の一本。選ばれるには理由がある。メガネのバテレン。ザビエル氏自身は日本語を話すことができません。教えはすべて通訳を通して伝えられます。通訳として抜擢されたのが日本人のアンジロー氏でした。通訳とは単なる言葉の置き換えではありません。わずかな訳語の違いが教えそのものの意味や印象を変えてしまうこともあるのです。実際、布教の初期にはデウスというキリスト教の唯一神を大日と訳していました。大日如来は密教で宇宙を象徴する存在、最も尊い存在に近いと考えられたのでしょう。しかし、ここに決定的な違いがあります。大日は悟りを開いた仏。一方、キリスト教の神は世界を創造した唯一の存在です。
似ているようで全く違う。もし最初の言葉が少しでもずれていたとしたら、布教は理解と同時に誤解の可能性も抱えたまま始まっていたのです。とある寺ではデウスを大日と紹介したことで、デウスを仏の仲間だと受け取られてしまったとか、ありがたい僧侶が来たと勘違いしてしまい歓迎されたとも伝えられています。アンジロー氏にデウスを大日と訳した理由についてお話を伺いました。最も尊い言葉を選んだつもりでした。ですが、大日は仏であって創造神ではありません。近づけたはずの意味がかえって本質を遠ざけてしまっていたのかもしれません。このズレに気づいたとき、方針は改められました。デウスという名は無理に似た概念へ置き換えない。違いは違いとして示す。これは布教の伝え方そのものを見直す転換でした。ザビエル氏と僧侶たちの対話を聞いた民衆に感想を伺いました。創造主なんて難しいことはわからん。それにそのデウスって神は他の神や仏を否定するんだろ。だったら今まで通り仏様にすがって極楽浄土へ行った方がましさ。言葉の壁、そして世界観の違い。それでもザビエル氏は立ち止まりませんでした。次に彼が目指したのは今日、天皇の下です。権威の頂点を動かせば国も動く。おそらくそのように考えたのでしょう。天皇にお会いできたら布教も一気に広がりますね。緊張しますが行くしかないでしょう。しかし都は度重なる戦で荒れ果てていました。祭りごとは滞り、かつての意向は揺らいでいたのです。そして残念ながら天皇への謁見は実現しませんでした。この出来事は後に敗北の一つとして語られることもあります。けれど立ちはだかったのは個人の力量ではありません。相手は日本という一国ではなく戦国という時代そのものだったのです。戦国という時代に阻まれたザビエル氏。しかし彼はそこで終わりませんでした。天皇にお会いできず残念でしたね。大丈夫です。とっておきの秘策があるんですよ。現実を見据えたとき、答えは明らかでした。天皇よりまず動かすべきは一国を左右するもの。その理解を得ることこそが次の一手だったのです。ザビエル氏は天皇に献上する予定だった品々を携え、再び山口へ向かいます。日本では外観や格式が重んじられる。そのことを彼はすでに学んでいたのです。そして大内義隆氏との再謁見。今度のザビエル氏は違いました。粗末な格好ではありません。美しい衣服に身を包み、一行も整然と整えます。まず姿で示す。日本の作法を踏まえた上で交渉の場に立ったのです。並べられた献上品。鍵盤楽器、置き時計、結晶ガラス器、鏡、眼鏡、鉄砲。当時の日本ではどれも珍しい品々でした。とりわけ眼鏡は初めて持ち込まれたとも伝えられています。これらは単なる贈り物ではありません。世界の広さを示す静かな説得でした。そこで領地内での布教を認めた大内氏にお話を伺いました。異国の学問や技術は軽んじるべきものではない。領内に害が及ばぬ限り布教を認めよう。
大内氏の判断は現実的なものでした。こうして山口での布教は一定の許可を得ることになります。それは信仰が受け入れられたというよりも、価値を見極めた上での政治的な判断でした。山口での布教が許可されます。与えられたのは廃寺となっていた大道寺。ここが日本で最初期の教会堂の一つとされています。わずかおよそ2ヶ月、信徒は約500人に上ったと伝えられています。緊急速報です。厳島二毛利軍が上陸。当主の安否は確認されていません。繰り返します。厳島二毛利軍が上陸しました。詳しい戦況が分かり次第、追ってお伝えいたします。武士や町人、そしてその中には一人の盲目の琵琶法師の姿もありました。彼は毎日静かに座り込み、語られる教えに耳を傾け続けます。やがて彼は洗礼を受け、名をロレンソ良斎と改めました。今回、キリスト教に改宗した琵琶法師ロレンソ良斎さんへお話を伺いました。私はもう黙の琵琶法師です。新たな信仰の光に触れ、苦しみは消えずとも耐える意味を知りました。それが私の救いでした。しかし、すべてが順調だったわけではありません。山口や九州の一部では信徒が増えましたが、ザビエル氏の滞在中の改宗者は数百から多くても数千人にとどまりました。なぜ全国へと広がりきらなかったのでしょうか。戦国の日本は一つの国ではなく、いくつもの領国が並び立つ社会でした。布教はそれぞれの大名の判断に委ねられていたのです。そうした現実の中で、来日からわずか2年、ザビエル氏は日本を離れる決断をします。この事実だけが切り取られ、こう語られることがあります。論破され、逃げた、と。では、実際はどうだったのでしょうか。ザビエル氏にお話を伺いました。私は論破されて去ったのではなく、ましてや日本人を恐れたからでもありません。彼らは断りで問い、教えの筋道を徹底して確かめます。だから、学識ある宣教師が必要だと考えました。彼は日本からの書簡ではっきりと書き残しています。この国で求められるのは、哲学と弁証法に精通した宣教師であること。なぜなら、日本の僧侶たちは断りをもって問いかけてくるからです。教えの細部にまで踏み込み、わずかな矛盾や論理のほころびを見逃しません。宣教師は日本では絶えず議論にさらされると彼は記しています。それは常に反論を受け、答えを求められ続けるからです。このようにザビエル氏は日本を世界で最も理性的な異教徒の国と書き残しています。日本を離れたのは布教を諦めたからではありません。この理にかなった問いに答えられる体制を整えるためだったのです。書簡を受け取ったイエズス会総長ロヨラ氏にお話を伺いました。正直驚きました。彼にここまで言わせるとは。布教は思想の真剣勝負。彼の言うように、後任はより学識あるものを選ぶべきですね。一旦インドへ戻ったザビエル氏。やがて彼の視線は中国へと向かいます。東アジアの学問と思想の中心とされる国です。もし中国が動けば、日本にも影響が及ぶかもしれない。そうした構想が
彼の中に芽生えていました。それは逃避ではありません。視野を広げた上での判断でした。日本で得たのは敗北ではなく、確かな手応えと乗り越えるべき課題。断りで問いかける人々と向き合った経験が次の行動を決めたのです。フランシスコ・ザビエル氏。彼にとって日本はただ布教を広げる目的地ではありませんでした。断りで向き合う真剣な対話の相手だったのです。以上、特集でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回はザビエルさんの特集をお送りしました。いつも本チャンネルを応援くださりありがとうございます。本当に励みになっています。もし動画を気に入られたら、いいね、チャンネル登録、ハイプをお願いいたします。それではまた会いましょう。次回をお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。